こんにちは。アニメ紳士です。今回は勇気爆発バーンブレイバーン第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。リアルロボじゃなくなった。前半のリアル路線は何やってん。ズバババン。 A パートはすごい重厚さ感じたのに B パートで夕方5時アニメになってしまった。まさか劇中でも同じ歌が流れていた。お前だけバリってて笑った。 A パートは何だったのか。兄貴生きてたら絶対主題歌歌ってたはず。昔の土曜日勇者シリーズアニメみたい。バリってたわ。やっぱパイロットはおっさんより少年の方がいいな。俺リアルロボットものが見たかったんだけどな。境界戦記新作あるぞ。強制音声入力とか予習値プレイ。これは今季最高のアニメですわ。一気に作品のノリ変わって笑った。間違いなくこれは令和のオーディアン。劇中劇みたいな出来。グランベルムと一緒にスパロボ参戦させてあげて。やっぱ今の子供にもバリ見せないと。こいつが来なかったら壊滅だったのが余計笑える。これ夕方にやれよ。今日 MX じゃなく GBS 選んでほんまよかった。 A パートで切らなくてよかった。やで見てしまうかもしれない。ガイガーだけでこんなに強いんだから、顔ガイガーになったらどんだけ強くなるんだよ。円盤絶対揺れないけど実況受けは良さそう。やっぱり勇者シリーズじゃねえか。こんなに意志があるなら自立で動いてくれた方がよくね。パイロットからエネルギーを吸い取ってるのかもしれない。これはキッズに見てほしいわ。こういうのは少年が主人公になるんじゃないのか。面白かった。完全に実況向けだわ。うわーかっこいいと心ときめかない。もういい年なんだな。バランよりの演出のせいもあると思う。最初のフロントミッションに出てきそうな貧弱なロボットで戦うアルドノアゼロみたいなアニメの方が良かったような気が。あれみたいに設定がバカバになるよりはこれみたいに開き直って突き抜けた方が良い。あれは活かせる設定があるのにふわふわしたままで、作中にも関係しそうな重要さがあるとこだと思えて、作り込みが甘く感じてしまったね。このノリをこの時間にやるってことはエロとグロもなんかタイトルのデザインとか大べさなバトルとか大張りっぽなぁと思ったら大張りだった。ここまでやったのなら影山じゃないのか。あたは終演ブレイバーン、歌ブレイバーン、演出ブレイバーン。ギャグアニメか。キャラでもわざとダサくしてんのか。これはこれでありだろう思うの。俺だけ。俺も思うぞ。フォンピッチだわ。だよね。実に実況向き。悲しいかな。時代はロボを手書きでやる体力が世間にない。姫カットのおっぱいメカニックとか視聴継続するしかねえ。リアルロボットアニメに強引にスーパーロボットをぶち込むとどうなるかという試みであろうか。最後まで照れずにできるか。勇者シリーズを間違った解釈してない。もともとの勇者を大げさに誇張したものがネタとして定着してたものをネタのまま持ってきた感。今季最高のアニメ爆誕ってマジ。昔勇者シリーズに憧れた子供が大人になったって設定の主人公なのかもしれない。なんというか逆ならもっと人が死んでない展開で進めないと。人が死にまくってる戦場で歌が流れて何なんだよとかツッコミ入れて必殺技を一緒に叫ぶんだとかやられてもちょっと笑うシーンなのか中途半端すぎる。一応スーパー系のノリ出しつつシリアスな路線やろうとしてるんじゃないか。それが成功すればワンチャン面白くなるけど、このままただのスーパー系のノリだったらダメだろうな。めちゃくちゃ面白かった。こういうロボアニメが見たかったんだよ。爽快だ。とりあえずつかみは良かった。来週以降敵が何なのかも分かってくるだろうし、そこからが本番だな。再現のオリアにゾンビランドサガ秋葉メイド戦争。これ毎回困難だし。やっぱパイロットは少年か女の子にしろよ。人間って不意打ちに弱いんだよな。ロボに口があるってことは合体するって意味だから。今俺すっげー笑ってる。俺は何を見せられてるんだ。令和に
こんなにもバリってるアニメが見れるなんてな。つかみはバッチリだ。リアルっぽいロボットアニメかと思ったら、なんだこれ。ボトム付けかと。タイトルからして何か隠してる感あったが、ド直球なスパロボ投げるとは思わなかった。最初はタイトルに反して随分リアル系だなと思ったら、終盤のアクセルベタ踏みに脳が追いつかない。土曜日の夕方5時から見たいよな。これはスパロボ出演確定だわ。濃い味付けがむしろ今は新鮮。急に期待通りの展開になって逆に困惑してる。タイトル的にスーパー路線になるのは読めてたけど、思ったより逆風味だったので困惑している。やろうとすることは放送前からなんとなく予想ついてたけど、想像以上の剛速球で素直に参りましたって感じ。タイトルからそうなるとは思ってたけど、視聴後にそうはならんやろという感想が出てくるアニメ。おっさんにはなかなかそそる構図やな。よくここまで隠し通せたもんだ。中身はともかく、再現の情報統制能力すげえな。再現アニメは1話で大体何か仕込んでるけど、これもその類だったか。好きです。まあとりあえず見てて元気になれる作品を目指してるというのは伝わってきた。歌、ブレイバーン吹いた。テレビの前の大きなお友達、ペンライトを振ってクレイバーンを応援しよう。突然の場違いな挿入かと思ったら、本当に流してて笑ってしまった。悔しい。ロゴもモチベーション必要だからな。歌も流さないと。バリのロボットアニメは変な歌はマジで流れてる設定が多い。歌が流れて何が悪いんだよ。でもですね、ダイナゼノンのインパーフェクトも実際に流れてたんですよ。グラブイオンでも普通に流れてますし、歌ってもいます。オープニング見る限りだと、ミリタリーロボもまだ出番あるらしいのが嬉しい。これは令和の勇者シリーズと受け取ってもよろしいか。イエスでありのだ。喋るための口がちゃんとついてるスーパー系ロボ、嫌いじゃないよ。鈴村出てるから実質グリッドマンなんじゃん。ライバルロボがグリルバに X でおばさん魔法少女ものの男の子版っていう意見を見て割としっくりきた。イサミが少年の頃に起こるはずのイベントが大人になってから起きたと考えると確かにしっくりくる。正義のヒーローは期間限定で大人になると名乗るのが難しくなるんだ。名前知られてるのちょっと怖いよね。なんかこいつ話聞かねえなみたいな個性出てるのよいね。宇宙人メカに対抗できる知らないロボに個人情報握られてるのはめちゃくちゃ怖えよ。謎の侵略者と同じタイミングでやってきた謎の知性体とか、地球人に取り入るためのマッチポンプを疑うしかないのでは。単純に侵略者を追ってきただけかもしれんし、実はちゃんと主人公と知り合いだったりするのかもしれん。ブレイバーンさん本当にパイロットいる。やりたかっただけで本当は一人で戦えるのでは。イサミ大好きな理由からして謎すぎる。なんで語らねばなるまい。私とイサミの物語をまずはプロローグから。勇者ロボは一人では戦えないのだ。最後までイサミ好きな理由不明だったら笑う。まあ幼い日の勇がなんかやっちまったんだろう。宇宙人に現状同僚の女の子がメインヒロインなのか。ヒロインは私だ。そうだろうイサミ。ブレイバーンさんの登場した瞬間からイサミ以外のせねえっていう強い意志を感じさせるキャラ。イサミの劇中の扱いはライナーみたいな位置づけだけど、ブレイバーンさんはライナーみたいな気持ち悪いことをこれからも言いそう。ブレイバーンさんがいなかったらみんな死んでたのに、ひどい言い草。いやもっと早く来いよと。あのタイミングじゃないとイサミに乗ってもらえないし。まあ人類のための正義のヒーローじゃありませんってのは意図して作ってると思う。勇者的ロボアニメに影響を受けた人格してるっぽいけど、価値基準とかは人類からかけ離れてそうではある。一緒に叫ぼうとか言ってるけど、合わせる気なんか一切ないあたり、ほんと独りよがりのヒーローごっこしてるだけって感じだな。ここからヒーローになっていくんだろう。バリアニメおなじみの人のみが持つ可能性が、ブレイバーンさんがいいとなんか怖いことになりそう。ブレイバーン自体勇気とは言っても一言も正義とは言ってないんだ。オープニングフルでも一言も正義と言わないんだ。
イサミのビビりっぷりを見ると勇気が作品のメインテーマっぽいし、正義はどうでもいいとローマン的ヒーローの可能性はガチであるかも。イサミとブレイバーンの関係性や、イサミの本性や過去とかが、ちゃんと気になるような構成になってるのは、アニメとしてちゃんとできてるから、余計にブレイバーンさんの気持ち悪さが際立つ。ちょっと距離を置きたいから、さん付けされてるロボ。なんなら関わり合いたくないけど、絶対向こうから距離を詰めてくる。怖い。ブレイバーンさんの気持ち悪さに流れ出てるけど、別チームのヤンキー軍人が主人公に友好的なのってのも珍しいね。ああいうキャラ、普通は主人公を敵視してくるでしょ。それはともかくブレイバーンさん気持ち悪いよ。日米青春ロボット軍事演習中に謎の宇宙生命体襲来でジェノサイドされる。そんな中、宇宙から謎の閃光とともにやってきた謎のロボット。触っちゃいけない棒がついてる必殺技を言わされる。なんか歌が流れてくる。その名もブレイバーン。ワンバンワワン。大爆笑。大傑作。まさかこんな話だとは想像すらしなかった。リアルミリタリーものかと見ていたら、いきなりの勇者ロボ系アニメが炸裂。なんだこの歌は。って、戦闘中にロボが歌うとは思わないよ。面白い。中盤ぐらいでスーパーロボットが出てくるんだろうなって思っていたけど、1話目からジャンルを覆されるとは思わなかったわ。しかも、意志がある勇者系ロボとは、大張さんが関わったロボット作品の詰め合わせ感があって、とても良かったです。なんというかブレバン1話を見た時に感じたのは、初期勇者シリーズの終盤で、ラスボス倒して任務を終えた勇者ロボは地球の少年との別れが必ず描かれ、それから先、もしも再会したらというイフを描きたいんだろうなと。あくまで個人的な感想ですが、兄貴と渡辺宙明先生がご存命だったら、というリスペクトを感じました。1話流れなかったエンディングも、兄貴とミッチだとどんなだったかな、なんて妄想しながら聞いてます。しかし主役メカが歌うとか、前代未聞ですけど最高っすね。リアルロボット系かと思いきや宇宙侵略系と思わせ、実はスーパーロボット系でしたってオチは、いい意味で裏切られて最高だよ。勝利の歌が流れて戸惑うパイロットや、必殺技を叫ぶのは恥ずかしくなってるのもセンスを感じる。楽しみなアニメが始まった。第1話前半から引っ張りはあったけれど、プロットとしては、不思議なロボットに導かれて戦いに巻き込まれちゃったけど、これから僕どうなっちゃうのって割とスタンダードなやつですよね。重要なポイントは、僕イコール寡黙なおっさんってところですけど。冒頭がパシリムで、模擬戦がアーマードコアで、宇宙人襲撃がバトルシップとインデペンデンスデイで、地球を守るのが勇者シリーズのロボットで、1話の内容の理解は良いですか？自分で何を書いてるのか、わからん。めちゃくちゃ面白かった。攻撃の大勝利。仮のミリタリー系リアルロボットパートも丁寧さが、クライマックスとの落差で素晴らしい。友軍との練習というのも良い。あとはラストのあれが最高すぎる。みんな大好き大張監督が帰ってきた。1話の後半までボトムスやマブラブ等のハード系ロボットアニメの雰囲気を漂わせておいて、そっから一気に大張節に強引に持っていく力技が見事すぎ、バリってるブレイバーンのデザインも最高だし、今後の展開も気になりすぎる。硬派な軍事アニメかと思いきや、平成の夕方にやってたロボアニメが始まった。実戦にトラウマのある主人公に、宇宙からの謎の侵略者と、定番展開ぶち込んでからの勇者ロボだよ。なんていうか、グリッドマン難民を救済した感がある。キャラの魅力次第で派遣も狙えるぞ。すごい。まさかこの時代に、ここまでド直球のロボットアニメを、これほどの予算と手間暇をかけて制作するとは、一歩間違えればシュールになりそうなギリギリの絵面に流れる主題歌に、なぜか目頭が熱くなり、思わず2回目も見てしまった。アニメでは盛り上がる場面で曲が流れることがある。このアニメでも曲が流れたけど、主人公のイサミがさっきから何なんだこの歌はって言ったところで笑った。いや、操縦席でこの歌が流れてるのかよって突っ込みたくなった。このアニメ面白いな。
エルドランシリーズを想起させるタイトルながら、リアル系とはこれいかに、と思ったら、ちゃんとスーパー系だったでござる。大ピンチだったのに、こんなん出てきたら笑うわ。歌は機内で流れてるってこと。とかまだ早いレバーとか、面白すぎてめっちゃ払いたい。監督が大張正美。ミリタリー系のアニメかと思ったら、1話からバリバリのスーパーロボットが出てくる。主人公に対してもう一人の主人公が湿度高めの感情をぶつけてくる。主題歌がめちゃくちゃ特徴的で耳に残る。ここまで書いても、有機爆発バーンブレイバーンか、銀装機構オーディアンかわからない。つかみは OK ってレベルじゃない。それはまだ早い。とか、迎撃用の装備はないのか、と問われは。とするとことか、コクピットで主題歌流れてるとことか、ブレイバーンが可愛すぎかよ。前半の雰囲気も好きだったし、この勢いのまま行ってほしい。名前変すぎて気になって、久しぶりにタイトルで選んだ。てっきり黒髪が1話で離脱するかと思ったら、全然元気に喋って歌う鈴村健一さんに乗って戦って困惑した。面白すぎた。名前がやばいもんな。なんだよ有機爆発バーンブレイバーンってわらわら。歌ブレイバーンじゃないのよ笑い。リアルロボ路線と見せかけて勇者シリーズだった。タイトル見ればそうだよなと。話の組み立てと伝える熱量は申し分なし。バズらせるに十分なら草つけていたし、使い古されたもので尖らせてもいた。下火になっているロボットアニメが復権するきっかけになるかもね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。